ガス瞬間湯沸かし器の点検お知らせ機能を解除してみた。林内の場合、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。ガス瞬間湯沸かし器を使うと緑ランプが点滅するようになりました。いつもの電池交換サインではないようです。パネル面には緑ランプの点灯で電池交換、点滅で点検時期のお知らせとあります。以前シャワートイレの点検ランプ高速点滅解除の動画をアップしました。シャワートイレと同様、ガス瞬間湯沸かし器も点検お知らせ機能があります。10年経過するか使用回数が設定数を超えると使用期間お知らせ表示が起動します。今回はガス瞬間湯沸かし器の点検お知らせ機能を解除するために試行錯誤した動画です。興味のある方は引き続き最後まで動画をご視聴ください。内部回路の調査。そこにあるネジを1本緩めてカバーを外します。短いプラスネジですから外すのは簡単です。外れました。続けて操作ボタンを抜き取ります。ただ差し込んであるだけです。カバーは両サイドの上下にスリットがあってそこに爪を差し込むようにしてはまっています。上に持ち上げながら手前に引くとうまく外れます。操作基板。操作基板です。回路構成を見てみます。赤いタクトスイッチがあります。試しに押してみましたが押しても何も変わらないので違うようです。シャワートイレのようにこの抵抗かとも思いましたがこれも違うようです。 YouTube を検索しても緑ランプの動画はヒットしないのでメーカーのホームページを調べてみました。湯沸かし器のウェブ情報。メーカーのホームページを調べてみました。 Q&A よくあるお問い合わせの中に赤ランプに関する記載があります。赤の点灯は不完全燃焼を表し3回連続で点滅に変わり使用できなくなります。しかし解除方法に関する記載はなく点検や修理を進めてきます。解除にはこのタクトスイッチが関係しているようです。緑点滅の記載を探すとすぐ下にありました。詳細表示へと進んでいくと故障表示ではないという説明と点検・買い替えを進めてきます。さらに次のページではお客様によるランプ点滅の解除方法を掲載しています。故障表示ではない旨と表示条件、点検と買い替えの勧めを記載しています。これが解除方法です。内部の清掃。せっかくパネルを外したので内部の清掃をしておきます。内部はあまり汚れてはいませんが吸気口や操作ボタン、基板周りのホコリを取り払います。特に吸気口の周りはホコリが多いので念入りに行います。レバーや操作ボタンの動きはスムーズで特に給油などをする必要はないようです。一通り清掃したらこのくらいで良いでしょう。パネルの復旧。清掃を終えたのでパネルを戻します。パネル両脇上下のスリットに本体の爪が入り込むことを確認します。
爪がスリットに入ったことを確認したらネジを戻します。パネルが元の位置になっていないと受けのネジ穴と合いません。締め付け完了しました。続けて操作ボタンを戻します。取り付けは方向があって軸のくぼみに合わせて差し込みます。脇から軸の位置をよく確認しながら差し込みます。終わりました。解除作業。これから解除作業をスタートします。まず操作ボタンを左いっぱいに回して水の位置にします。ボタンを押すとピッと音が鳴りますが押し続けます。約10秒間押し続けると2回目の音がピッと鳴ります。ボタンから手を離すとランプが一瞬赤に変わり、消えたら解除完了です。解除以降は点検お知らせ機能は再表示しないと記載されていて、さらに点検有料を進めてきます。解除後の動作確認。解除後の動作を確認します。点検お知らせ機能が解除されていれば緑ランプは点灯も点滅もしないはずです。ランプの緑点滅は止まっています。解除がうまくいったようです。解除作業にあたりメーカーは点検有料や製品の取り替えを進めます。私は今回ガス会社の無料点検を受けることができました。その時に緑ランプの点滅解除をお願いしたら、それはメーカーさんにお願いしてくださいと言われました。自分で解除を試みる方は何らかの方法で点検を受けてから行うようにしましょう。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。